ついに来た。 EVX が来たー。やったゾロは大喜び。なんなら EV より喜んでるまである。ー。というわけで今回持ってきたデッキがこちら。今回の拡張パックのクラウンカード EV のバッグなんだよね。 EV のバッグかわいい。欲しい。だって僕も欲しい。僕も欲しい。私も欲しい。みんな欲しい。 EV のバッグは効果が2つある。1つ目は自分の EV の進化系ポケモンの技ダメージをプラス10。2つ目は自分の EV の進化系ポケモン全員のヒットポイントを20回復。この2つのどちらかを選べるというグッズカードだ。グッズなので1ターンに2枚使うこともできるぞ。次に今回の主役 EVX。 特性 VV 進化は EX ポケモンにもかかわらず進化できるという効果だ。進化できる EX ポケモンってポケポケでは初めてなんだよな。ピカチュウ EX とかライチュウに進化できなかったもんね。ヒットポイント90に1エネで30ダメという進化前ポケモンとしては高い戦闘力を持ってるぞ。そして今回のもう一人の主役ニンフィア EX。 特性ハッピーリボンはニンフィア EX に進化した時に山札から2枚引くという効果だ。つまり場に出ると同時に博士の研究を使ってるようなもんだ。強そう。特性は間違いなく強力だ。だが弱点もあって耐久力が微妙なんだ。ヒットポイント140は EX ポケモンとしてはちょっと低い。逃げるコストが1エネなのでダメージを受けた時にベンチに逃げやすいのはいいんだが、結局赤城や夏目でとどめを刺されやすい。そこで今回の相棒がこいつだ。ゲンガー EX。 ゲンガー EX の特性影の呪縛はゲンガー EX がバトル場にいる限り相手はサポートを使えないという効果だ。これで赤城や夏目を使えなくすればニンフィア EX が最後まで生存できる可能性が飛躍的に高まる。なるほど。ちなみに2戦目以降は少しデッキを変えてノーマルニンフィアも試そうと思う。それではポケポケ対戦行ってみよう。ちなみに後でニンフィアとミニンフィアが遊びに来るからな。そうなの？やったニンフィア来たら私交代してみんなのおやつ作ってくるね。やったー。エイフィーありがとう。ニンフィアよりおやつの方が盛り上がる子供たちであった。さてお相手は超タイプだな。お相手も EV だね。画面が可愛くて幸せだって。今回の拡張パックでノーマル EV も追加されたんだね。そう、1エネで山札から1枚引くっていう技だな。ちなみにノーマル EV と EVX は別カードなのでそれぞれ2枚ずつ入れることもできる。だから V ズは合計で4枚場に出すことができるぞ。ブイズで埋め尽くされるバトルバトベンチ。ブラッキー、そのデッキやって。だって。まあまた今度な。それじゃあ EVX 行ってみようか。噛みつく。結構えぐい音が鳴ったね。ちゃんと噛みついた感じだったね。さすが30ダメージ。出たニンフィア EX。 お相手もニンフィア EX か。ニンフィア EX とマシュエドでデッキをぐるんぐるん回しまくる。これもちゃんと強いんだよな。ものすごい回転速そうだね。今回ニンフィアはノーマルカードも出たんだけどこれがまた強い。へえ、ニンフィアが強いのは EX だけじゃないんだ。このデッキでも後で出すから見ててくれ。はーい。よし、不思議な雨来た。これはいい展開が見せられそうだな。ニンフィア EX。 あ、引くかどうか選べるんだね。ちょっと怖いよねこれ。間違えて EA を選ばないようにしないとね。さてノーマルゲンガーとゲンガー EX どっちに進化させるかだが、まだゴースに一つもエネルギーがついてないし今回はノーマルゲンガーにしようか。ノーマルゲンガーって1エネで技が打てるんだね。そうだからここもニンフィア EX にエネルギーをつけることができる。1エネで50ダメ与えて相手のサポートを妨害するって考えるとノーマルゲンガーも良さそうだね。踊り鳥も対策できるしゲンガーはノーマルもちゃんと強いカードだな。 EV のバッグだ。ノーマルカードもかわいい。このバッグ本当に欲しいな。まあ回復してくるよな。もう1枚。そうか、グッズだから1ターンに2枚使えるってさっき言ってたね。これで次のターンニンフィア EX の攻撃で倒せなくなっちゃったね。今の環境だとヒットポイント140、70ダメで殴り勝つのはなかなか難しいんだよな。
だからこそ途中で逃げる必要があるわけで、そこでギンガーのサポート妨害が役に立つわけだな。なるほど。不思議な飴もう1枚。あとはゴースが来ればゲンガー EX も降臨だ。ではニンフィア EX はとっととズラカルトしよう。ギンガー、アートは任せたぜー。お相手サポートが使えなくなった。あとはゲンガーとゲンガー EX がバトル場に居座り続ければ、お相手は一生サポートを使えない。夏目も赤木も使えない。博士の研究も使えない。マーゼやロケット団の下っ端も使えない。エリカやリーディエ、ポケモンセンターのお姉さんもみんな使えないのだ。そう考えると使えないカードかなり多いね。お相手のストレス強そう。お相手スピーダーでニンフィア EX を逃がそうとしているな。でもそのニンフィア EX を後で赤木で捕まえればいいわけだ。こっちは赤木が使えるからな。確かにニンフィア EX とゲンガー相性良さそうだね。お相手は新しいポケモンが出てこないね。博士の研究が使えないからな。でもこっちは使えます。ゲンガー最強か？ゴース来た。種ポケモンニンフィア EX と博士の研究で全部引いちゃったぜ。ゲンガーデッキと戦うときはゲンガーがバトル場に出てくる前にある程度体勢を整えないと厳しくなるね。でもニンフィア EX もいるからゲンガーに進化するのも早いしな。なかなか厄介だろ。お相手が切断してしまったようなので俺たちの勝ちだ。心が折れてしまったかな。ゲンガーはお相手の精神に与えるダメージも大きいかもしれないね。イーブやニンフィアは可愛いのにゲンガーと組むと怖いデッキになるな。それでは次の対戦に行こう。ニンフィアとミニンフィアが来たぞ。やったいやいや、私たちは活躍してるらしいね。なかなかいい感じだぞ。ほほう、では拝見しましょう。ちなみにデッキを少し変えたぞ。EV のバック、ニンフィア EX、ゲンガー EX を1枚ずつ抜き、ノーマルニンフィア、スピーダー、大きなマントを入れた。激カワバックがだってほとんど使わなかったんだもん。お相手は草タイプのウルトラビーストデッキだね。またテッカグヤか。草のウルトラビースト軍団の派遣は続くのかね。さあ、こればかりはもう少しやってみないとわからんな。神剣。これいきなりゴースのヒットポイント10になるんじゃない？そうだな。それってきつい？きつい。ただ不思議な飴はあるからな。ゲンガーが来ることを祈ろう。マッチョ EX も来ちゃったよ。さあ、ここから勝てるのか。ゲンガーのサポート妨害さえ始まれば、相手のデッキ回転速度が一気に落ちることもあるからな。逆転勝ちできることも結構あるぞ。ゲンガー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 。本当に来た。まだまだ勝負はこれからよ。手札にノーマルニンフィアあるけどさ、どんな能力なの？ノーマルニンフィアの技は 2N40 ダメで、自分のベンチの進化ポケモンの数 ×30 ダメージを追加するというものだ。ってことは最大で130ダメージか。結構すごい火力だね。ニンフィア EX やマシェードと合わせればあっという間に進化ポケモンをベンチに増やせるからな。それで 2N っていうのはかなり強いだろうな。今回の環境はニンフィアが覇権を握るのかな？可能性はあるよな。さあ、お相手は手が進むかどうか。よし、他のポケモンは出てこないな。考えてみれば、サポート妨害されてる間って、サポートカードを引いたターンは手札が何も進まないんだ。そう。相手がゲンガーに苦しむのは、博士の研究が使えないことだけじゃない。山札から引くサポートカードがみんな邪魔になることなんだよ。なるほど。できればゲンガー、ニンフィア、ゲンガー EX って順番で戦いたいから、ここはニンフィアにエネルギーつけておこうか。で、ゲンガーで嫌がらせ。嫌がらせってさ、具体的にどういう嫌がらせをしてるんだろうね。おやつを勝手に食べちゃうとか。勝手にエアコンのスイッチ消すとか。それで50ダメージも食らうポケモンたち、可愛すぎんか？平和な世界。EV を独り占めするとか。だってそれはゾロアに効きそうだな。50ダメージじゃ済まなそう。
さあここはルザミーネがあるとビッグビートでやられてしまうが、どうなる？レザミーネなし。よしよし、ゲンガーの嫌がらせはまだまだ続くぜ。もうお相手のおやつはゼロよ。博士の研究使ってと。お、ゲンガー EX 来たね。ゴーストはすでにあるんだよな。最初はいかにも負けそうだったのに、いつの間にか勝てそうな空気になってきてるね。ゲンガーさんのお力ですよ。ゲンガーさん。ゲンガーさん。レッドカード食らいたくないから手札3枚にしておこう。そうか、レッドカードはグッズだから妨害できないのか。ついでにグッズも妨害してくれたらよかったのにね。そうなったらポケポケが完全に終わるぞ。不思議な飴も使えないのは強すぎる。あのさ、ゲンガーに大きなマントつけてマッチョ EX にビッグビートを出せた方が良かったんじゃない？そうだな。いや、そうだなじゃなくて、なんでそうしなかったの？ゲンガー EX に大きなマントつければリーリエ込みでビッグビートを2発伝えるなとか余計なこと考えてた。確かに余計なことだ。まだリーディエ手札にないし。まあなんとかなるやろ。ゲンガー EX もあの方もおられるしな。確かに手札におられますね。ノーマルニンフィアだとノーマルゲンガー、ノーマルニンフィア、ゲンガー EX の3枚で戦えるんだよな。ポイントが112ってことだよね。個人的にはさっきのデッキよりこっちの方が手応えを感じるな。踊り鳥にも強くなるし。そう、あいつは侮れないからな。あのイラストを描いた人は天才だと思う。煽り性能最強だよね。あ、逃げられた。そこに赤木があるじゃろ。赤木、サポートで2番目に強い説。赤木のおかげで何度勝ちを拾ったか。一番強いサポートは何なの？博士の研究。あ、そっか。博士の研究を入れてない人いないからな。いつか入らなくなる日が来るのかね。お相手降参、やったー。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。お前たちおやつ食べに行かなくていいのか？もうちょっとポケポケ見たい。僕も見たい。やれやれ、お前たちも好きだな。嬉しそうなブラッキーなのであった。ガオガエンか。今回の拡張パックで新しいノーマルガオガエン出たよね。あれも結構面白そうなカードなんだよな。悪そうな顔してる。おっと危ない。ここは博士の研究使うのはやめとこうかな。手札4枚でターンエンドになる可能性が高いし、すでに必要な種ポケモンは大体揃ってるからな。手札4枚以上だとマーズかレッドカードが飛んでくるよね。特に今はニンフィア EX が暴れ回ってるからマーズとレッドカードが増えてそう。なるほど、ニンフィア EX 対策か。考えてみたらこのニャビ自称タイプだな。ってことはガオガエン EX か。なるほど。新ガオガエンも見てみたかったな。まあしょうがないな。見てくれよこの手札を。4枚引けるぜ。カードいっぱい引けるの楽しいよね。さあ何が来るかな？モンスターボール、赤木。強力なカード2枚。赤木1枚持っとくと安心なんだよな。これで種ポケモンは全部だ。さあ、まだ博士の研究があるからね。ワクワク。スピーダー、ニンフィア。いいね。やっぱりカードいっぱい引くだけで幸福感上がる気がするな。つまりニンフィア EX は幸福を呼ぶカードだった？博士もな。ニンフィア EX すごい。ニンフィアすごい。ふふ。でもいっぱい引かれてるお相手は不幸になってるんじゃないか？こらー、余計なことを言うな。お相手もニンフィア EX で引けばいいのさ。そうさ。そしてみんなで一緒に幸せになるのです。さあ、あなたもご一緒に。なんか怪しい宗教の勧誘みたいになってきた。で、ゲンガー EX 来たか。こういう時ってもうゲンガー EX をバトル場に出すの？サポート妨害したいよね。いや、俺はまだ出さないな。ゲンガー EX ってエネが3つ必要なんだけど、これが結構重いんだよな。だからサポート妨害したいからって焦ってバトル場に出すと、3エネ貯まる頃にはボッコボコにされてるってこともある。それで2ポイント持ってかれちゃうのは痛いよね。だから理想はノーマルニンフィアとノーマルゲンガーが戦ってるうちにゲンガー EX を育てることだな。なるほどね。100ダメージ。
今ベンチに進化ポケモンが2枚いるからな。ニエネで100ダメは強い。お相手ここでニエニ失ったのは痛いな。ニャヒートにエネルギー1個もついてないからね。でもこのターンにガオガエン EX に進化してきた。ガオガエン EX って1エネで攻撃できるの強いよね。しかもかなり痛いというな。ゲンガー EX は全く育ってない。あれこれ意外とまずいのでは？やけど回復したけど、結局次のターンでやられちゃうからね。あれ？大きなマントだ。これで次のターンの攻撃を耐えるぞ。いいタイミングできたね。なんならニンフィアだけで勝ったんじゃない？ゴースが進化してれば130ダメ出たんだけどな。でも100ダメでも十分じゃない？持ってたか。今ゲンガーじゃないからサポート使われちゃうんだよな。これもしやけど治ったらもう1ターン壁になってくれるよ。表ニンフィア偉い。私偉い。これにはガオガエン EX も苦笑い。今回の対戦、ニンフィア EX もニンフィアも大活躍だったね。まさかのゲンガー出番ほとんどなし。人影が出てきた。そこに赤城があるじゃろ。また赤毛でフィニッシュだね。さすがサポート界のナンバー2。まあ何をナンバー2に考えるかは人によると思うけどな。みんなはどのサポートがナンバー2だと思ってるのかな。お相手こうさん、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。どうだったゾロは？ EV たちの活躍は？ EV がいっぱい見られて幸せだった。だってゾロアちゃんは本当に EV が好きなんだね。青春だね。ゾロアがどんどん大胆になっていく。青春だね。青春だねおじさん。あれゾロア？気絶してるね。ひょっとして今のって事故？キスしたゾロアが一番びっくりしてるもんね。まあじきに帰ってくるだろ。ご視聴ありがとうございます。アスカです。前回は皆さんにご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。あの後皆さんからたくさんの温かいコメントをいただきました。うちのチャンネルって世界中の人が見てくれてるんだよな。言葉の壁を越えてこんなにたくさんの温かいコメントがもらえるなんて感動だね。日本語はもちろん日本語以外のコメントもチャット GPT で翻訳しながら全て読ませていただいています。今回ほど頑張ってきてよかったと思ったことはありません。皆さん本当にありがとうございます。あともう一つお知らせをさせてください。前回コメントのハートマークをつけるのをやめると言ったのですが、ごめんなさい。やっぱりこれからもつけさせてください。なんだよ、負担軽減のためにやめるんじゃなかったのか？冷静に考えてみたら皆さんのコメントは必ず読むわけです。で、いいなぁとか嬉しいなぁと感じたコメントにハートマークをつけてるわけですが、それってハートマークをポチッとするだけなんですよね。まあ大した手間じゃないよね。言われてみりゃそうだな。なんでハートマークやめようと思ったんだ？多分前回は疲れ切っていて頭がちゃんと働いてなかったんだと思います。というわけでこれからも今まで通りハートマークはつけさせてください。お騒がせしてすみません。ただ今後のコメントのチェックは数分に1回とかではなく数時間に1回が基本になると思います。ですからコメントをいただいてからハートマークがつくまで何時間もかかることもあると思いますが、よろしくお願いいたします。そうした方が負担は減るだろうな。これからは二度と倒れないよう体調管理を万全にして無理をせずでも頑張っていきたいと思います。皆さんこれからもどうかよろしくお願いいたします。次回ももちろんブイズデッキ。久しぶりにあのブイズが登場するぞ。ブイズって私とブラッキー以外みんな久しぶりだから誰かわからん。それでは今回はこれで失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。